皆様、はじめまして。エドワード・ボイルと申します。専門は、特に境界研究、国境学、いわゆるボーダースタディーズについて研究していきます。で、その境界研究というのは、ものの中心から見るではなく、やはりものの円、当センターの象徴の言葉を借りると、そのものの端から見ることによって研究するという目的で進みます。日本に初めて来るきっかけとしては、北海道大学に研究する機会をいただいて、でその際に明治期における国家形成の北海道の役割を勉強しようと思いました。ただ北海道に、着いた後にもともと根本的なことに勉強をやり始めて、それは北海道の役割ではなく、その前史みたいに以前の蝦夷地というところの境界をつけることについて研究進んでいきました。特に地図上における蝦夷地の固め方について研究してきました。ちょうどいい時期でその研究をやり始めました。例えば船越章夫先生がこういう本に船越章夫先生が1986年に出版されましたんですけれども、ここで各地図に研究分析をするために20年ほどにフランス、イギリス、ロシアの資料館、博物館に回していく必要があったんですけれども、やはり私がそういう研究をやっているところでもうデジタル化された資料が多くて、そういう面ですごいその情報交流をすぐ分かるように研究進めることができるので、すごいそのデジタル面ですごく重要な役割を果たして、博士論文をできてきました。その博論の研究プロジェクトに基づいて2つぐらいのプロジェクトが出てきましたんですけれども、その一つは現代、日本の領域に対してその島という役割についてを、それは2016年から、加計の若手研究に援助をいただいて、それでその現代日本領域における島の役割について研究進んでいきます。でその業績がこれからだんだん出てきますし、でそれと伴い地図などについてのプロジェクトをやっていた頃に今度のはそのどういう資料がどういうふうに保管されるかということがすごい気づいた点で、それは資料だけではなく、やはり物質的な遺跡とかに対しても考え込んだんで、遺跡や遺産についてのプロジェクトにも始まりました。境界研究によりまして、その蝦夷地の囲まりの過程に勉強してきましたんですし、で同じように、遺跡などに対して遺産化するプロセスによって囲まれた場所、囲まれた遺跡、廃墟にもその各、意見、各記憶がその固まっているところに対立することに、焦点に合ってる。でこれを概念化すると記憶の境界という言葉で今いろんなフィールド、いろんな地域において研究調査をされてるんですし、でその研究成果はこれから3つぐらいの編集賞に出版する予定です。
それは、ね、主に日本国内における研究なんですけれども、海外の日本永久にも興味がございまして、でそれも同じ教会研究の視点から研究していきます。で2つぐらいの例を挙げますと、1つは北東インドにおける、JICA などの組織が、投資するインフラ整備、インフラ投資によって、それが現地の政治空間認識、現地の国境、現地の空間あり方をどういうふうに影響が与えるかということに対して研究も進んでいきます。でそれは共同研究として北東インドの協力者と一緒に同力でやってきます。でもう一つは太平洋にあるパラオという島で昔は南洋諸島の首都のであるコロのが今パラオの主な都市でありますけれども、その研究がやはりその時代の日本が残ってた遺跡などを見て、それが現代の日清関係とどういう役割を果たすかという研究をしてきました。以上で、私の研究内容を若干紹介させていただきました。ご清聴ありがとうございます。